大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、ですね、これは昨年もちょっとご紹介した紅鳥木ですね、紅鳥木とも言いますけど、今冬場こんな状態です。で、これは普通の姫紅鳥木、こちらは極姫で葉が小さいんですね。で、こっちもですね、結構葉は落葉したやつがあるんですけど、これはまだ落ちてないんですね。あんま落ちてないんですけどね。で、通常はこんな感じで、この姫紅鳥木、今もうほとんど葉はないですけど、はい。でもう、やっぱり人によってはこれ枯れてるんやないかって言われる方いらっしゃるんですけど、枯れておりません。で、これは春暖かくなってくると葉出ますので、まだ2月、この辺でも2月はまだ出ないですね。3月も中旬過ぎでしょうかね。ちょっとほんとポカポカし始めてから葉が吹いてくるというような感じになるでしょうかね。今まだ寒い時期はこんな状態です。だからもしご自宅持ってらっしゃる方がいて、今こんな状態で枯れとるなと思って捨ててしまわないようにですね、暖かくなればまた芽出ますのでね。なんかちらほらもう少し動き始めてます。そうなんですね。ちらっとちっちゃく葉が少しですね、ちょっと寄ってもらうと分かるかもしれないですけど、はい、まだそうですね、この辺だからこの状態ですけど、ちょっと寒いとこ行けばまだまだお休みの途中ですね。はい、この時期は水管理だけでいいんですか？そうですね。木自体は生きてますので、水も、消費しますからね。やっぱ土の表面が乾いてくるようだったらお水あげた方がいいですね。本なんかで冬場は日に何回、2日に1回とか3日に1回とか、いろいろ本によっても書いてあるとは思うんですけど、やっぱ置き場所で変わりますからね。やっぱ乾いてればやらないかんですね。なるほど。はい、もうガラガラにしてしまわないようにですね。乾いてきたなと思ったらお水をかけてあげる。ただし本当にマイナスのきつい寒さきついところはですね、午後というか夕方以降あんまかけない方がいいかもしれないですね。できたらお昼間あったかいうちにかけてあげて、水切らしてあげて切ってあげた方がいいかなとは思いますけどね。うちあたりこの辺では結構夕方でもガンガンかけます。なるほど。さほど気温もそれでも今年入って一番この辺で下がった日がマイナス4度ぐらいですよね。にはなりましたですけどね。でも全然問題なく、水はいつも通りかけておりますので、今日もお昼前ぐらいだったですかね、お水はかけましたですけど、ほぼ毎日かけておりますので、その場所にもよりますね。とにかくご自宅ご自分のやつをよく見ていただいて、乾いてたらあげるというような形が一番ベストだと思います。紅鳥木って香りはないんですね、これね。香るって書いてありますけどね。どうでしょう、私は鼻が悪いのかな。人によっては香りするかもしれないですよ。わからないですけどね。花ですから多少の匂いはあるんじゃないかなとは思いますけど、なんかいい匂いがっていうような匂いはないとは思うんですけどね。それこそ今年もよう出ました。今年じゃ昨年も出た。本来は、11月頃に花の咲く姫ヒイラギですね。ここ何年か11月の木市でよく売れるんですけど、去年は11月、この動画でも話しましたけど、昼間31度という11月の木市の時にですね、異常な暑さでやっぱさすがに花つかなかったですね。やっぱある程度ちょっと寒さが出てきてからそれに反応して花がつくんでしょうかね。逆に年明けてからガンガン花が咲いてっていう、12月のもうそれこそ中旬過ぎ後半ぐらいからですね、花が咲き始めたのが。だからこの1月になってからもその花見てお客さんが花が咲いてる言うて何か買われましたですけど、あれはよく香るんですね、香り姫っていうので。ヒイラギ自体香りがあるんですけど、結構いい香りがふわっとするので、おまけに4月5月に挿し木したやつが11月に花をつけると
いうようなのですからね、増やす楽しみもありますよね。でただ昨年に限って言うとあんまり咲きませんでした11月はですね。はい、そうですね。やっぱあんだけ暑いとやっぱ木も俺おかしいぞってなるんでしょうかね。だから紅葉もなかったんでしょって言いますね。ちょっと宮崎でもちょっと山手の方で毎年紅葉が綺麗な場所あるんですけどね、海老野とかああいうとこなんかあんまり紅葉が良くなかったというふうに聞いておりますね。やっぱあんだけ暑いと海水浴ができそうなぐらいの気温でしたですもんね。もう30度言ったらですね真夏ですもんね。それが11月にっていうことですから、まああっこまで行ってやっぱちょっとおかしくなるでしょうね。でおまけに白菜もなんかできないと。なんかもうああいう白菜野菜類がもう腐ったと言われてましたね。この近くも畑いろいろされてる方いらっしゃるんですけど、病気が入って腐って売り物にならないというふうに農家の方だいぶ嘆いてらっしゃいましたですけどね。その盆栽全般的に一括りにするのは難しいでしょうけど、この寒い時期に寒くならないとか、その暑い時期に逆に寒かったりとかいうのは影響があったりするんですよ。やっぱりその先ほど言った紅葉とかですね、あとその花ですね、ああいうものに関しては多少の影響はあるかとは思いますけどね。ただそれで木が枯れるとか、でも今年の去年の夏はでしょ、なんか、暑さで暑い日がずっと続きましたからね、枯らした方も多いというふうに聞くんですけど、やっぱ水が足らんのだと思いますよ。暑い歌って毎年暑いわけですから、いろいろお客さんと話してるとですね、その盆栽に水やるために外に出るとがもう暑くてって言われるんですね。人間が暑さ、その辺でついついかけそびれたりとかいうのもあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。ぐらいの暑さで枯れるんだったらやっぱ普段の毎年あれでも結構枯らすと思うんですけどね。で今年はあれやって枯れたって言われるけどどうなんかなっていうふうに個人的にはですね思いますけどね。じゃあ夏場は例えばたくさん水をあげるとか、冬場はちょっとでいいとか、そういうのはあるんですか？うちはあんまり変わらないですね。だからもう先ほどから言ってるように乾けばやるという繰り返しです。だから当然夏場特に暑くて風がよく吹けば乾きますからね。その分回数は増えてくるでしょうけどね。だけど冬場でも乾けばやりますからね。要するに季節シーズンっていうんじゃなくて、もうその鉢自体そういうの本とかいうので一つの目安ではありますけど、あんまりそれにがっちりやってしまうとやっぱ植物乾けば、だから人間が腹減ったら飯食うっていうのと一緒ですからね。だから乾けばやっぱりあげた方がいいと思いますよ。あんまりそれに神経質になる必要はないとは思うんですけど、よくやっぱお水をかけてらっしゃる方のところっていうのは気が生き生きしてますよね。もう一発見たら分かると。そうですね。高鍋の方でも以前いらしたんですけど、ちょっと小雨が降るときにご主人が傘を差しながら盆栽に水をやってたとご近所の方がそこの奥さんに言われたらしいんですけど、大変ですねって言って、なんかなと思ってよく話してみたら、旦那さんボケたんかなというふうに思ったらしいんですけど、旦那さんに言わせるとこのぐらいの雨じゃ染み込まないと。なるほど。だから表面が小雨でちょっと湿ったような感じになるから大丈夫と、そこで油断するからダメなんだと。で自分はでも濡れたくないから傘を差すと。で傘を差しながら水をかけると。だから知らない人が見たらなんかちょっとおかしく思うのかもしれないですけど、そのとだからって言って雨の日でも水やれっていうわけじゃないですけど、やっぱこのぐらいの雨じゃ染み込まないと、やっぱ染み込まなければ意味がないからですね。だからそのぐらい徹底して水かけをされるところ、やっぱいつ行っても青して、もう至極当然と、そういうことですね。植物に対して水が一
届いてなければ、だから人間に例えてってさっきも言いましたけど、もうお腹空いてお腹ペコペコやっていうのに料理の匂いだけ嗅がされて食わしてもらってないというような状態ですからね。小雨でパラッと降って表面だけ濡れたような感じでも実は中は染み込んでないとその小雨やめばすぐ表面乾きますからね。そこでやっぱダメージを受けるというような形になりますから、だからやっぱりしっかり中まで水が通るようにしっかりかけてあげるということが大事ですよね。だから結構梅雨時なんかに失敗する方もいらっしゃるんですよ。毎日のように雨が降ったりとかして油断するんですよね。大丈夫やろ昨日降ったから大丈夫やろうとその梅雨の間切れ間がありますよね。ああいう時にカーッと火が照ってで水切らしてしまってでダメージ受けると。で松とかだったら1ヶ月後とか1ヶ月半2ヶ月経ってからなんかおかしいよなこの枝がおかしいよなやっぱ一回水切らしたりしてるわけですよね。だからそういった意味ではやっぱりちょっとこまめにですね乾けばあげるというふうにしてあげた方がいいとは思いますよ。その梅雨の切れ間はちょっとやっぱり要注意ですよね。そうですね。結構今梅雨時こんな天気やから大丈夫やがってやっぱ乾きますからね。雨止んでお日様照ればですね。だからそういった意味ではそういう時こそご用心っていうような感じでしょうかね。なるほどですね。わかりました。さあ胡蝶木に話を戻していただいて、これはいつ頃葉っぱが出ていつ頃花が見られるんですか。先ほどもちらっと言いましたですけど、だいたい3月4月でしょうかね、葉が出てきて、で5月頃とかには花が見れるんじゃないかなとは思いますけどね。楽しみです。だいたい年2回ぐらい咲きますので、また秋にも花が見ることができるというようなものですね。はい。結構どこ切っても芽が出ますので、作りやすいっちゃ作りやすいですね。なるほどですね。で後でちょっと実際にお見せしますけど、よく挿し木をしたことのある方なんかよく思われるかもしれないんですけど、だいたい挿し木って1節2節ぐらいを切った分をこう刺すというイメージがあるんですけど、当然その1節2節ぐらいを刺してこんな大きくはならないので。この紅蝶木っていうのはですね、でちょっと薄紫というか薄ピンクというか、ちっちゃな花が咲きますからね。白鳥木紅蝶木って2種類あるんですけどね、白い花のやつと。で紅蝶木の方が好きっていう方は多いようです。こればっかりは好みなんでね、白花がいいっていう方もいらっしゃいますので、ただこれは葉っぱがねまだいっぱいありますけど、これおばさん落ちないんですか葉っぱ。全然落ちないわけじゃないんですけど、これはよう残ってますね。極姫の方はちょっと残りやすいのかもしれないですね。葉が残ってるやつが多いですね。あとちいちゃいこんな本当のミニ盆栽にしてる極姫のやつは葉がだいぶ落ちてるやつがあります。だからあの辺はちょっと器の問題もあるのかもしれないですね。わかりました。花を咲くのを楽しみにしてます。はいですね。春暖かくなってからですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。